ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ナンバーアイファーストフルアルバムナンバーワンよりジェリー、こちらの歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあリクエストがあってからですね、随分と時間が経ってしまいました。大変申し訳ございません。そしてアイリーズの皆さんお待たせいたしました。今回はですね、神宮寺さんプロデュース楽曲ジェリーですね。今回の歌声分析もですね、非常にナンバーアイの歌声の魅力だったり、そしてこの楽曲構成斬新だなっていうポイントがあったりですね、めちゃくちゃ楽しく歌声分析していきましたので、ぜひ皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速ナンバーアイジェリー歌声分析 GO！ じゃあ歌い出しからいきたいと思います。めちゃくちゃヒップホップ感のするラップですよね。神宮寺さんのパートなんですけど、こう一定のリズムじゃなくタッタ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 みたいな感じで、短いフレーズの中にですね、いろんなリズムが入ってる。ここがですね、ノリが前面に出てるポイントかなというふうに思います。そして神宮寺さんのね、優しい歌声とかっこいいリズムがですね、こうミックスしてものすごく雰囲気のあるラップですよね。もう一回聞いてみましょう。しっかりと歌詞が聞き取れるポイントもあり、ものすごくスピード感があるポイントもありでですね、めちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。ちょっとね、ごめんなさい、中途半端なところで止めてしまいましたけど、口開きパの発音、ここね、もう一回流すね、注目してほしいんですけど、英語の R の発音を入れて、日本語にはない雰囲気を出してますよね。英語の R の発音っていうのはですね、ベロをこう、ちょっと巻くんですね。みたいな、パーみたいな感じの雰囲気出てますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。こういう意外性のある発音が入ってくると、その部分ね、すごくこう集中して聞いちゃいますよね。次いきますよ。ちょっとね、すいません。ラップなので、ちょっとね、止める箇所迷っちゃって、中途半端なところでね、止めてしまったら申し訳ないんですけど、今の流したフレーズはですね、全体的にこう歌詞をゆったりと聴けるようなフレーズかなと思います。前半はこうね、スピード感があるポイントが結構多くて、すごく疾走感を感じれるポイントだったと思うんですけど、今流したポイントはですね、リズムのアクセントだったり、こうね、ぐっとブレーキが効いたような雰囲気を感じ取れるポイントかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほら。タッカ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 みたいな感じのリズムに、しっかりとね、ところどころでこう、休符を入れて、ブレーキが効いているポイント。そして、強い音、アクセントが表現されているポイントはこう交互に来ているかなというふうに思います。歌で休符を入れるにはどうすればいいかというと、ちっちゃいつを入れます。言葉と言葉の間にね。やっぱりとか、トラックとか。そういうふうにちっちゃいつを入れるとですね、休符が入った後の言葉が強い音、アクセントに変わるんですよね。このアクセントがあることによって、リズムの躍動感がこう前面に出てきます。次いきますよ。お祭りの金魚。この金魚の言い方も日本語的な音の数としては金魚って3つなんですけど、金魚っていう風にですね、2つの音にこうね、ぐっとこう押し込めてる感じがめちゃくちゃかっこいいですよね。で、ラップなのでちょっとね、リズムとかそういう雰囲気のことをメインでね、ちょっと解説してしまったんですけれども、声の出し方をここで説明しますね。
神宮寺さんの歌声の魅力、僕個人的にはですね、鼻の響き、鼻腔共鳴と言われるところ、この辺の使い方がすごく綺麗だなというふうに思います。で、鼻の中の空間、鼻腔共鳴を使うと、声質がですね、甘い感じになってきます。ちょっとだけ鼻声のニュアンスを入れるっていうイメージなんですけど、それが僕は神宮寺さんの歌声の魅力だなっていうふうに思っていて、今回のラップでもその鼻の音色っていうのを使っているかなというふうに思います。めちゃくちゃかっこいいラップなのに、どことなく雰囲気が甘いですよね。これね、鼻の響きを使った声作りをしているからなんですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。で、甘い雰囲気なのに力強さも残ってるって感じの声です。これはですね、声を前に飛ばすイメージでラップを歌っています。声っていうのは前方向にですね、飛ばそうと思うと声質って力強くなります。その反対で後ろに引く感じでですね、歌うと声質って柔らかくなるんですね。なので神宮寺さんのこの部分の発声方法はしっかりと腹式呼吸でですね、息を吸います。これ歌の基本ですからね。で、息を吸った声をですね、少しだけ鼻に入れるイメージで前に飛ばす。こういう感じの発声法を使っていると思います。じゃあ次、平野さんのパートいきますよ。やっぱり平野さんのね、自然に入っている空気感を感じれる声質、最高にセクシーですよね。で、平野さんのですね、声の出し方としては、先ほどの神宮寺さんがですね、鼻、鼻腔共鳴を使っていたのに対して、胸と口、この2つを同時に使っている発声法かなというふうに思います。この胸の響きを胸腔共鳴、口の響きを口腔共鳴って言います。で、胸の響きは声のたくましさだったり声質の太さ、この辺が影響してきますし、口の中の空間はですね、声のクリアさだったり声量を増幅させたりする、そんな感じのですねポイントですね。で、先ほど神宮寺さんの時に鼻って言ったんですけど、正確にはですね、この胸と口も少しずつ使っています。メインが鼻になっているっていう風な意味合いでですね、先ほど説明しました。分かりにくくてね、申し訳ないです。で、平野さんは今回は胸と口を中心にして鼻は少しだけ使ってるって感じですね。もう一回聞いてみましょう。で、すごく弾んだニュアンスが出ていますよね。これ全体的にスタッカートっていうテクニックを使ってます。スタッカートっていうのは一つ一つの音をできるだけ短く切るっていうテクニックです。これを使うことによってフレーズがですね、弾んだような雰囲気が出てくるんですよね。次いきますよ。ぶっ刺さったブル。ブルっていうのはですね、ダーツの中心のところをね、ブルって言うんですよね。ぶっ刺さったブルっていうのはダーツをしていて中心に当たったっていう意味かな。で、後半のフレーズもですね、全体的にスタッカートを使っていて、で、喉の状態はですね、すごく力が抜けているような雰囲気がしますね。もう一回聞いてみましょう。いいですね。このね、弾んだニュアンスがね。ちなみにこういうね、歌声を聞いていて体が自然に動いてきそうなノリが出ていることをグルーブをしているっていう風な音楽用語を使います。グルーブっていうのは楽曲全体のノリのことなんですけど、しっかりとね、休符を使ったり、先ほど言ったスタッカートだったりを使うとですね、楽曲のサウンドと歌声の一体感っていうのが生まれます。これがね、めちゃくちゃかっこいいですよね。じゃあ次、岸さんのところいきますね。かっこいいね。岸さんの声はですね、この辺でね、ピンときてる方もいると思うんですけど、岸さんの今回のこの部分の声、もう鼻50% っていう感じですね。なな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 、こんな感じの声質かなっていうふうに思います。鼻 50%、口と胸で 25%、25%、こんな感じの割合で歌ってんじゃないかなっていうふうに思います。すごくね、艶っぽい声ですよね。これね、鼻の響きが影響しています。もう一回聞いてみましょう。
かっこいいね。で、岸さんのポイントはですね、全体的にスタッカートではなく、ところどころにスタッカートを使っているって感じですね。しっかりと音を聞かせたいところは、しっかりとね、こう、長く音をキープして、で、ぐっとブレーキを踏みたいところは、スタッカートを入れるっていうね、必要なテクニックをこうピンポイントで使っているっていう感じの歌い方かなっていうふうに思います。後半はね、すごくスピード感のある感じでしたよね。で、このスピード感の理由としては、前半よりも後半の方がスタッカートを入れてるポイントが多いっていうところが理由になっています。リズムの扱い方もね、すごく細かいところまで意識して歌ってますよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。やっぱりね、ナンバーアイは3人が3人とも声の雰囲気も違うし、リズムの入れ方もですね、違うし、3人が3人とも個性がこうね、バラバラなんですけど、それが一つになった時の一体感だったり、パワーが半端ないですよね。めちゃくちゃかっこいい。次じゃあサビいきますよ。このね、音の上昇がめちゃくちゃかっこいいですよね。こう途中でね、音がこう、キープしたり下がったりするんじゃないかなっていうふうに思って最初はね、聞いちゃったんですけど、僕は。もうどんどん音が上がっていくから、途中からね、おわってなりますよね。もうね、この単純な感情しかね、今こう説明できなかったのは申し訳ないんですけど、この意外性っていうんですかね、これがめちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。裏声がすごくセクシーですよね。で、最初の I love you の愛の部分の言い方、愛。こんな感じですよね。もう音を作ってなくて息だけ出してるみたいな発音。ここもめちゃくちゃかっこいいですよね。I love you を込めたチェリーと同じする。こんな感じですよね。もうちょっとね、平野さんの方がこうね、セクシーにこう空気感がある感じで歌ってますけど、めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。ここでだって、ここで、音質加工、まあこれレコーディング後のスタッフさんの編集なんですけど、ケロルという音質加工がされてます。ケロケロってね、最後の方のフレーズ、聞こえたと思うんですけど、これは音程修正の一種なんですよね。で、音程修正をですね、こう激しくかけるとこういうケロルっていう風な現象が起きます。このケロルっていう技法はですね、実際にレコーディングした声がですね、正しい音程で歌っていても使われます。そのね、楽曲の雰囲気的にね、これ使った方が曲の雰囲気がこう映えるんじゃないかっていうタイミングで使ったりするんですけど、こういう R&B ではよく使ってるアーティストいるので、多分ね、神宮寺さんのこの綺麗な声にケロルっていう風な加工することによって美しさをこうね、増幅させるっていう狙いなんじゃないかなっていう風に僕は思います。もう一回聞いてみましょう。こう腐ってるのあたりがケロルっていうポイントですね。いや、美しい声に美しい加工がされるともうね、ものすごく美しいですよね。次いきますよ。いいね。喫茶のところもうっすらですけど入ってるかな。先ほど言ったケロルっていう技法がね。ケロケロって言うほどではないんですけど、若干こう声質がキラキラしたようなね、そんな雰囲気がしました。言えないよ、そんなひどい言葉。こんな感じでですね、鼻に多めに今回もですね、声を入れてるかなというふうに思います。そしてここはですね、息継ぎなしでこの長いフレーズを歌ってるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。まあ、フレーズ的にね、息継ぎをするポイントがないっていうフレーズなんですけど、結構長いですよね。ここをさらっと歌ってしまう岸さんの歌唱力、素晴らしいですね。次いきますよ。ジェリー。ここもかっ
こいい発音の仕方。そして岸さんがこう中音域からやや高音域にかけてのフレーズだったのに対して、平野さんのポイントがこう一気に音域が下がってこう低音域でしたよね。ここの音域差っていうのめちゃくちゃかっこいいですね。で、しっかりね、胸の響きを使ってかっこいい声で歌ってます。もう一回聞いてみましょう。ほら。ジェリー。ここの言い方がめちゃくちゃかっこいいね。次いきますよ。いいね。また声を変えてきましたね、岸さん。このポイントはですね、もう思いっきり鼻を使ってます。で、あえてなんですけど、喉をこう締めてるんですよね。みたいな。こんな感じの声の使い方。で、一般的にですね、歌を歌う時に喉を締めると良くないみたいなね、そんな情報がですね、こう広く知れ渡っているんですけれども、喉を締めないと表現できない声っていうのもあるんですよね。一曲フルで喉を締めて歌ってしまうと、声枯れするのが早かったり、喉のスタミナがね、持たなかったりするので、一般的には確かにね、良くないんですけど、ピンポイントでこういう風な表現をしたい場合はですね、喉を締めるのは全然ダメじゃないんです。岸さん、このポイントではね、そういう表現をしたかったっていうふうに思うので、喉をですね、あえて締めて歌ってます。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですよね、めちゃくちゃ。あえて喉を締めて、この表現方法を見つけた岸さんが本当に素晴らしいですよね。次いきますよ。全体的にこのゆったりと聴ける感じのラップだったと思うんですけど、しっかりとリズムを出すために休符をね、しっかり入れてますよ。で、声のアタック感も強く出すためにしっかり前方向に向かって声を出していますしね。場面場面によってね、いろんな声の表現の仕方使ってると思います、平野さん。もう一回聞いてみましょう。振り返るとか、ここもね、振り返るかっていう風な子音だけ発音して、ここはアクセントと休符をね、両方入れたような雰囲気になってるのかな。楽譜上ね、そんな表現ないんですけど、でもニュアンスとしてはそんな感じになってると思います。ここがね、僕一番聞いてすごいなって思ったポイントでした。次いきますよ。いいね。今回の神宮寺さんのここのフレーズはいつもの鼻の響き、こうキラキラっとしたね、美しい響きをちょっと下げて、胸の響き、男らしいかっこいい雰囲気をこう増幅したような声になってますよね。やっぱりね、神宮寺さんもいろんな声表現できるんですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、すごくね、男らしくてかっこいい声ですよね。多分ね、神宮寺さんの声って鼻に入れるのはもう癖で自然にできちゃうんですね。なのでこういう男らしい声を表現するってなった時にも、やっぱりね、鼻にも声が入っているんですよ。その結果どうなるか。神宮寺さんの声、今のところめちゃくちゃかっこいいのに、ものすごく声が優しいんですよね。優しいかっこいいみたいなね。これは神宮寺さんならではなのではないでしょうかっていうふうにね、僕は思います。次いきますよ。決めてロマンス。ここはね、3連符っていう、こう一つのカウントに対してタカタタカタっていうこういう音が入ってます。この3連符ってリズムを使うことによって、こうリズム的な面白さっていうのが表現できるんですよね。そしてここでもね、全体的にスタッカートっていうテクニックを使ってリズムのこのブレーキ感を効かせるような雰囲気出てたと思います。もう一回聞いてみましょう。やっぱりラップってこうね、スピード感があってスンとこう進んでいく雰囲気はめちゃくちゃかっこいいですけど、こういう風にね、グッグッっていう風にブレーキがこうね、効いているような雰囲気もめちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。いいね。君が歌った夏の終わり。
このぐらいの音域ですよね。すごく低い音域なんですよね。一般的にはね、歌メロが入ってくるポイントって、中音域とか高音域、このぐらいの音域を狙うのが、多いと思うんですけど、このね、低音域をチョイスするっていう、この発想力素晴らしいですよね。めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。カラオケで歌いたいなっていう風になった時に、でも高い声が苦手なんだよなっていう人でも楽に歌える親しみやすさとかもあるじゃないですか。で、フレーズもかっこいいし、平野さんの声もめちゃくちゃかっこいいしね。やっぱこの音域選んで大正解なんですよ。素晴らしい。続きいきますよ。ラララ、このぐらいの音域は男性だったら一番歌いやすいぐらいの音域ですね。そういう風にカラオケでも気軽に歌ってほしいとかいう意味合いを込めた作りになってんのかな。これはね、僕の勝手な想像ですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。Do you remember? もう普通に喋っててテンションが上がった時ぐらいのね、音域だと思うんですけど、男性ならば。いや、これね、めちゃくちゃ歌いやすいと思いますよ。もうね、多くの男性にこのね、楽曲歌ってほしいなというふうに思います。次いきますよ。また違った声をね、披露してきましたね、岸さん。この声は間違ってたら申し訳ないんですけど、昔ね、勉強した時に知った用語で、確かね、ソブっていう名前の声質だったかなというふうに思います。あーみたいな感じの声質。ちゃんとね、クラシック用語でソブっていう声あるんですよね。志村けんさんなんかの声を想像していただくと分かりやすいと思うんですけど、実は志村けんさんのみたいな感じの声ってあれね、クラシック用語ではソブっていう声に該当するんですよね。今岸さんその声使ってたんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。多分ね、そういうことだと思います。もしかすると岸さん、声の座学知識も半端ないのかもしれないですね。ポピュラーミュージックでこの声使ってる人、僕ね、初めて見ました。次いきますよ。ここでね、神宮寺さんのラップがね、かっこいいですよね。ゆったりと聴かせた平野さんと岸さんの歌のメロディーからぐっとね、ブレーキ感が効いたラップ、神宮寺さんめちゃくちゃかっこいい。もう一回聴いてみましょう。ねねっていうかね、多分ね、この動画を見てくださってるアイビーズの皆さんはもうかっこいいなんて十分承知だよっていう風に思ってると思うんですけど、いや、再度聞くとね、やっぱね、かっこいいですよね。次いきますよ。この超低音ですよ。で、胸の響きをしっかりと聞かせた平野さんの声ですよね。超セクシーですよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。ナンバーアイっていう風にね、言ってるんですね。こういうね、ところでね、グループの名前がバーンって出てくるとね、めちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。いいね。やっぱ地声から裏声に行くね、このね、スッと流れる雰囲気僕大好きだな、ここ。もう一回聞いてみましょう。たまらないですね。次いきますよ。よく聞くと神宮寺さんのここのポイント、結構地声感が強いんですね。美しい声をキープしたまま地声感が強い声、これどうやって出してるかっていうと、高い音域なんですけど胸の響きの割合をちょっとだけ増やすんですよね。そうすると強めな声質になります。それと先ほど言った声を出す方向ですね、これをね、前方向にしてあげる。この3ポイントかな。もう一回聞いてみましょう。
で後半がねまたケロるっていう風な技法が使われています。次いきますよ。いいね。やっぱ岸さんのここをね一息で歌ってるここのフレーズ、言わない言わない言わないよそんな人い言葉みたいな感じで、こう歌詞が全体的に丸い発音というかね、今気づきましたけど、そんなニュアンスありますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、言えない言えない言えないよそんな人い言葉。最後ちょっと音程ずれたかな。なんか全体的にこう言葉のね発音の仕方が丸いような雰囲気ありましたよね。この表現もね素晴らしいですね。次いきますよ。メロディーのところがねこう流れていくのに対して、やっぱりねこうねメロラップのところはこうリズムがこうガツガツ効いてる感じしますよね。次いきますよ。ここは神宮寺さんが歌ってんのかな。やっぱねメンバーが変わると雰囲気ガラッと変わりますね。同じフレーズでも。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、すごくね雰囲気変わりますね。これはねなんか不思議なんですよね。同じフレーズ同じ歌詞なのに、実際若干ねフレーズも違うし、メンバーが変わればね声質も変わってくるから雰囲気変わるのは当たり前なんですけど、最後のサビでねこの雰囲気の変化ものすごくかっこいいですね。次いきますよ。ほら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 、ここねキスさんだと思うんですけど超かっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。全体的にスタッカートですよね。かっこいいですね。次いきますよ。平野さんのここのポイント、ものすごくこう感情がこもってる感じしますよね。こういう狙いだな、さては。メンバーのパートが変わることによって違う雰囲気を最後のサビで持ってくるっていうね。これは感動しますね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。で全体的に平野さんはね音をまっすぐ伸ばしたりするんですよね。こうほんとストレートに歌うっていうか、ここが感情が伝わる理由の一つなんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。いいね。神宮寺さんのここのポイントも歌詞の発音の仕方がこう全体的に丸いようなニュアンスがしますね。もう一回聞いてみましょう。ほら、なんかヒップホップ感のする発音の仕方っていうかね、いや最高にかっこいいですね。じゃあ次いきますよ。いいね。ここはスキャットで歌ってるのかな。スキャットっていうのはこうシャバダバとかパッパラとか、そういう風に言葉を使って楽器的な雰囲気を出すのをスキャットって言うんですけど、多分ねスキャットフェイクだと思います。続きいきますよ。そうはね、多分日本語でも英語でもないと思うんですよね。多分スキャットじゃないかなと思います。で全体的にケロル加工がされてますよね。続きいきますよ。かっこいい終わり方ですよね。以上、ナンバーアイジェリー歌声分析はここで終了です。さあ歌声分析していきました。ところどころね分かりにくい表現だったり専門用語を使ってるかもしれないので、分からないことに関してはですねコメントでぜひ質問していただければなというふうに思います。いやー、それにしてもねナンバーアイジェリーめちゃくちゃかっ
こいいですよね。半分がラップ、半分がメロディーっていった構成になってんのかな。ラップ、メロラップ、メロディー、こんな感じか。3等分均一にされてるような雰囲気の楽曲だと思うんですけど、めちゃくちゃ魅力満載ですよね。そして一番斬新だなって思ったのが、歌のメロディーで使っている音域。かなり低音域を使っていたと思うんですけど、現代ミュージックって実はハイトーンボーカルの時代なんですよ。高い音域をメインで使う楽曲っていうのが世の中に溢れている。この音楽シーンでこの低音域を使うっていう斬新な発想はナンバーアイならではなんじゃないかなというふうに思います。もう唯一無二のグループ、それがナンバーアイ。めちゃくちゃかっこいいですよね。これからも全力で応援していきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。